ありがとう。ありがとうございます。ザッツピザ、代表です。梶原洋平です。よろしくお願いします。みたいな感じですか。OK です。はい。うちはもう大衆ピザ屋でやってるんで、価格が絶対勝負というか、大衆イコール価格みたいな感じですよ。ラーメン1杯1000円、今うちのマルゲリータで950円ですけど、もうここだけは死守してやろうともうナポリもやっぱ大衆のピッツェリアが僕は好きやったから、向こうのピザ屋さんは使ってる粉が、向こう、カプートさんが多いんですけど、日本人ってそのカプートの粉を食い慣れてなくて、日本人が一番食べ慣れてる粉で作ってます。だからもうそこから大衆に落とし込んでやっていく。カメリを使ってます。スーパーで売ってますよね。強力のカメリ。それに全粒粉を、それだけやったらちょっとあまりにもパンチが弱いから 10% ブレンド、おこがましいですけどね。各製粉会社でも研究した結果、そこに製粉してるところを素人がなんかこうブレンドしにかかるわけですよ。それってなんかちょっと違うなって思いつつもちょっとなんかふざけちゃったみたいな。ナポリ行ってもう見ず知らずのまんま行って、でたまたまそこでよくしてもらって、すごくそれがあるから今もピザを続けてるみたいな。なんかフセとよう似てるんですよ、街。観光ビザで行ったんで3ヶ月だけです。でもズブの素人で、それまでこう小さいお店はやってたんですけど、料理もしてたんですけど、ピザ作りはもうそこが初めて。でそこでもたまたま僕が働きたかったピザ屋さんにもう日本人の方いてはって、そのおっちゃんがヤクザのおっちゃんだったんですよ。もうスキンヘッドで和彫りゴリゴリでで今までどうしたんですか、刑務所から出てきたとか言って、でその人がなんか留学のビザで1年ぐらいそこの店にいてはったんです。で僕もその時髪の毛とレッドヘア腰までで、ナポリって石畳なんですけどブーツで行ったんですよ。じゃあもう靴ずれしていたーってなって、で1日10キロぐらい歩いて各ピザ屋さん巡って、どうしてもこの店がええな、やっぱりこうかっこよかったから、でそのおっちゃんに言うて、僕もこうやって働きに来たんですよって、いきなり飛び込みで。でそのお店で一番言われたのが「お前ダイーサ知ってんのか、イーサは知ってんのか」みたいな。誰やねんって思っとったら、世界チャンピオン日本人のダイーサの山本さん、その時初めて知って、
でその人が初代のそのお店で勤めてはって、でそのお店からたまたまこう大会に出て2連覇してみたいな、そういう人がおったから、もう天と地の差ぐらいあって結果ね、こう帰る時「お前就労ビザいいの?」いや寂しいから帰るわ」ってで帰ってきた。あ、そうなんです。きっかけがなんか YouTube からテレビで見たんですよ、その時にナポリピザがある。もうどうやらナポリピザみたいなのがあるみたいな、ピザはもう盲点すぎて、あ、こういうのもあんねんなで調べてるうちにこうナポリピッツァっていうのがあるぞ、でももうね、どうせやるならもう本場でやるのが早いとで言ったんですよ。で多分その動画に出てたのがその言ってた山本さんやったんですよ。うちも生地的には100時間ぐらい熟成させて使うんですけど、もう味がちょっとカメリアはやっぱちょっと出にくい、悪い粉じゃないですけど、ピザにして生かすって考えると、そこまで最低限持っていくには多分それぐらい時間かけてやってます、それの出来栄えでピザ屋の9割が決まりますね。いけますかね。お店に置かしてもらって、でお客さんとか近所の人とかに使ってもらってるはい、そんな感じです。ここに置きます。はい。僕は市場中央卸売市場っていうところで働いてて、スーパーとか百貨店とか町の八百屋さんに商品の野菜を卸すっていう仕事なんですけど、ちょっと悪かったやつって傷ついたりとか、一番下になってたやつが腐ってたとか、そういうやつってもう箱ごと返品で返ってきたりするんですよね。まだ使える部分はきれいにして町の人とか飲食店とかの力とかも借りながらみんなでシェアしてるっていう感じですね。でザッツピザもいろんな各店舗でみんな協力してお客さんにあげてくれたり、料理に生かしてくれたりとか、限定メニュー組んでくれたりとかで試作で使ってくれたりとか、そういうようなんで何かが生まれる材料とかきっかけにしてくれてるんで、すごい僕も気持ちが嬉しい、そんな感じでやってます。はい。メインは桃かな、桃は嬉しいな。普通に考えたらちょっとありえてる。
今日のメインがやっぱ桃っすか？桃、やけどもう結構なんていうんやろ、皮がほんまに弱いから皮を剥くっていうよりももう洗いながら剥いていくみたいな、流しながら、5日後とか6日後ぐらいの先のまだ地方市場行ってそこから八百屋に卸して八百屋から小売店に行って消費者になるんで、その1週間近く先のコンディション考えて売り物になるかどうかを判断せなあかんかったりするんで、余裕でスーパーに置いてある状態より綺麗やんっていうもんでも実は売れんかったりもするんですよね、市場の流通に乗ったら。すごい。お待たせします。はい。ありがとうございます。いや、まあもともと僕15年ぐらい前からチャリンコで配り始めたのが最初なんですけど、結構配り始めたらマジで女の子にモテることが発覚して、それが原動力ですよね今も。これはもう全然オフレコでもなく、もうただええ人でおるのはちょっとほんまかってお金ももらわずにっていうとこなんで、これはもう僕の信用のためにも言ってる、女の子だけじゃなくていろんな人、子供ともお年寄りとも男性ともすぐいろいろ仲良くなったりとか、なんか面白いように使えんかなっていうのはすごいいい材料な気がされる。要は、なんか人とのコミュニケーションツールに使ってるみたいな、仲良くなるきっかけとか。ありがとうございます。ありがとめっちゃありがとうございます。う。いやいや、ありがとう。いただきます。いい映画撮れそうです。いやー、よかった。前のお米屋さんに野菜配ってください。なんかこうね、こう行って喋って、なんかあったらこう言いやすいですよね。ちょっと助けてみたいな。もちろんです。僕の毎朝の仕事がこんな感じです。そっくりそのまんま多分できないなって思ってて、でもまあ日本人が作るナポリピッツァにどうしてもなっちゃうんですよね。でもそれはそれで僕はいいと思ってて、でこういうまあ日本でやるからにはどういう再現の仕方をしようか僕も正直迷ったんですけど、でもまあそれはもう各店の考え方によっていいと思うんですけど、文化の底辺、まあ、根源にあるのってこういう、ね、下町にあるそういう文化でザッツピザ式みたいなところをやってきて、もう町中華みたいな。親子ピザは不揃いを目指してへしゃげてるとか膨らってるとか1枚でいろんな食感を楽しめますみたいな。マルゲリータはまあ誰もが知る定番といいますか、まあ店を測る上で基準になるピザかなと思ってるので、まあ
トマトソースのチョイスからチーズのチョイスが、まあ、全部出るかなというイメージですね、はい、なのでマルゲリータはやっぱり一番よく出ます。もう全部イタリア産ですね、はい。粉が変わればもちろん味はもう全然違うようになるんで、それはそれかな、っていう感じですね。まあナポリピッツァの定義としたら主にこう巻き窯を使うとか、手で伸ばす、まあもちろん多分指定の小麦粉もあるんでしょうけど、そこを変えてしまうんで、その真のナポリピッツァというところからは外れると思うんですけど、でもまあそれでもやってることは、その粉に対してのねこう知識やったり、どれぐらい練り時間を練って、どれぐらい加水をつけて、どれぐらい発酵させてっていうことさえ分かってたら、多分大丈夫です。美味しい。僕は多分食にそんな興味がなくて、美味しい。だから牛丼も美味しいし、ピザも多分大体どこで食べても美味しいし、あとは作り手としての問題ちゃいます。作り手さんがこう手伸ばしなんで、自分の思うように手が動かせて、自分の意図した表現ができるっていうのを表現できたら美味しいになる。だからある程度の美味しいは僕は出せると思ってるんです、味に関しては。そこからプラスの2割ぐらいでどうやって美味しさに拍車をかけるかみたいな感じさせるというかっていうところは唯一プロとしての仕事ちゃいます、でもまあね、お客さんが美味しかったが唯一正解かな、今年の7月から山本さんのお店にいたんですよ、煙突屋さんがいるんですけどアテンドしてくれはって、日本のピッツェリアでもほとんど煙突屋さんが一緒なんですよ、もう 99% ぐらいのシェアを誇ってて、でも日本全国から世界の煙突を作ってる人がいてて、ピザの煙突専門で、その人がまあ絶対気が合うから一回ちょっと招待するって言って招待してくれた、もうピザやって15年ぐらいなのかな、思い続けてた、もうきっかけをもらった人の店に行くっていう、やっぱそうなんですね、もうトロフィーがすごいですネットフリックスとコラボしてて、あとはコンビニの金のマルゲリータの監視をしてて、もう著名人がすごいですよ、額に映ってる著名人、いやピザドリームやなそうです、もっと儲けなかったみたいなもう大体どの店も2人です、職人さんともう1人、みたいな2オペで常にやってるんですけど、もう少数精でやっていく、で最悪こう1人でも回せるような店作りをしてます、急にアルバイトが来ません、店閉めなとかじゃなくて、お前1人でやれよみたいななんとかしてやれよみたいな、っていう最悪そういうスタンスです、
年間アルバイトして、見習いが3ヶ月目、3ヶ月目です。もともとドミノピザで働いてて、でそこで玉作り店にヘルプに行ったんですよ。その時にザッツピザ玉作り店の前に従業員の方が出てきてて、めっちゃかっこいい人たち出てきてるなと思って、待って寄り道して前覗いたらピザって書いてて、それですね。でそこからインスタグラムとかさせていただいた時にちょうどアルバイト見習い募集がかかってて応募させていただきました。外観というか雰囲気だけ見てかっこいいなって入ったんですけど、いざ見習いになって中入ってみたらこんな、なんていうんですか、細かく深いとこまでやらないとあかんねんな、まあ、今はそこがめっちゃ興味を持って申し訳なすまってですね。大きさがね25、6センチです。そこまで広がるかなっていう感じなんですけど、一回見本で焼くんで。回転させてまっすぐ。これ4回やります。一番上にあったやつが今どこにあるの？お助けボタンを押す。何かあったらお助けボタンを押して。キャベツ。キャベツじゃないでこれ。で、これがオリーブオイル出ます。今から釜に入れて焼いていきます。これはまあパーラーって言いますね。OK。このままで釜に。これピザ窯。さあ質問です。このピザ窯は何度でしょう？何度ありますか？この中。これは5度？ああ、低いな。これは低いな。あ、ピンポン500度ぐらいですね。ピンポンです。ここら出来上がり。出来上がり。もうどれくらいかな。お名前ぐらいからオープンしてちょっとオープンの2年、2、3年目からずっとやってるんで。7、8年やってるのかな。まあ大体夏休み期間が多いですかね。なんかちょっと暇取れですね。これなんか情報っていうのはインスタとかですか？もう全部インスタですね。一瞬で終わります。もう1日1組だけやから。これうまいです。皆さん料理の手当て。どれですか？無理やか。好きなだけどうぞ。よし、OK。このまま形になるね。OK。せーの。乗ってりゃ。はい、OK、焼き上がり。できたって。できた。もしかも3、2、1。はい、すみません。上出来。上出来です。できました。OK。食べるとき子供でも焼けるもんでね。ありがとうございます。まだ10年そこそこ。その文化を作るにはちょっとね、
時間が足らんという、僕が年取った後20年30年経って店の子も若い子が増えていってってなると、まあおのずとこの辺で言ったらだんじりみたいな話になってくるから、そういうなんか店を作っていく、それを都会でやっていく。田舎やったらね、まあ、あると思うんですけど、都会ってどんどんそういうのなくなっていく。寂しいです、っていうのがテーマになってます。町のピザ屋のテーマ。ピザはうちでここでしか教えないですけど、でそういう育った子らが市内に出て行って、そういうことをやっていってくれたらいいかな、みたいな感じです。うちはザッツピザっていうピザをしてます。うちらしいちょっとふざけたテイストを入れつつ、よそであんまりやってない感じで、ソースがトウモロコシです。コーンのソースと、チーズがリコッタチーズ、ちょっと甘いめのチーズで、コーンポタージュみたいなのです。それにサラミ乗せて、ちょっと塩辛さも出して、なんかちょっと変わった感じです。それを一番、まあ自称ナンバーワンメニューで推してます。ありがとうございます。3年4年ぐらいなんですかね、でまあきっかけは多分コロナの時で、その時に補助金がいっぱい出てたりとか、それ使ってなんか面白いことしたいなみたいな、でまあそれがきっかけかな。小規模な飲食店さんにたくさんこう卸したりしてるんですけど、まあ反応もよく、で自販機でもやってるんですけど、冷凍自販機もう5箇所ぐらいあるんですけど、まあそれもまあありきで、すごくいいですよ、いいですよ。次の展望としたらこのれん分けの制度を作ってみたい、まあやるやれへんはと辞める子らがこうチョイスを持ってる、自分でやる、のれんでもらう、別に勤める、もう3つぐらいチョイスがあって、だからもうチョイスなくして転がっていくのが一番嫌やし、なんかね、そうやっていけるから。
作りの、酒豪丹波屋さん。お料理もまあ抜群に全て美味しいですけど、まあ、そこは本当に大衆居酒屋さんの、まあもう僕が思う大阪ナンバーワン大衆居酒屋かなと思ってるんですけど、まずは店主さんの生き様やったり、この常連さんの空気感の作り方やったり、僕も通って7、8年通わしてもらってるんですけど、もう子供が行っても快く受け入れてくれたり、本当に毎朝朝からこう仕込みしてるところをちらっと見ながら出勤するんですけど、やっぱ早いよなみたいな。30席ぐらいのお店でどんだけ混雑してても提供スピードがめちゃめちゃ速い。でまあ大将今病気で入院されてて、まあ、息子さんに代替わりしてるんですけど、なんかその辺もなんか気になっていくというか、なんかこう僕も家族で行って「いや父ちゃんはこういう風に行きたいね」って言うてるような店です料理がうんぬんとかじゃないな、それはもうそこで聞いてくださいおすすめがもうほぼ毎月毎週変わるんで、そこからペペペと適当に3、4品頼んで、おすすめを出せ頼みます遊び心が詰まったおすすめというか、あこれみたいな、この時期これよなみたいなは絶対マストでやってくれてる、季節感を感じる、続いて、東大阪の、串カツ千歳さん、僕は調理師学校に行ってたんですけど、僕がちょうど20歳ぐらいの時かな。でその時に40歳ぐらいのおっちゃんおったんですよ、同級生の。そこの方が、お父さん、その方のお父さんが、新世界でずっと長年やってきてはって、でその息子さんが後を継いで今八重の里に移転しはって、で後継ぐっていう形でやってるんですけど、まあ僕はもう本当に昔ながらの伝統串カツっていう感じで、もう面白いちゃんやし、なんかこう同級生やからこう切磋琢磨というか、もう同級生の中でもこう料理してはる人ってもうほんまに少ないから、もう生き残った数少ない精鋭たちというかなんかそんな感じです。店でいうと若い子人らがやってる、今福スタイルさんっていう小さいカウンターのお店があるんですけど、そことあとはパスさん、この2店舗かな、もう料理に一切の妥協がないというか、なんか楽しみで行けるお店っていう感じですはい